はいどうも皆さんこんにちは。スターディーの河野玄斗です。今回はですね、多義語の覚え方。多義語結構覚えるの難しいですよね。僕もね、かなり苦戦しましたね、多義語には。何が多義語難しいかって、一つの単語にいろんな意味があるから、それらがぐじゃって混ざるんですよね。例えば present っていう単語あるじゃないですか。動詞だと present なんですけど、その単語にはもうたくさん意味ありますよね。プレゼントって意味もあれば、普通ね、プレゼント日本語でも使いますね。あと出席しているとか現在のとか、あとは発表するとか、本当にいろんな意味があるんですよ。でこれらがねごちゃってなってしまった時に、ちょっとしたコツでね、今回3つの覚え方でそういったね単語の覚える手助けになったらなと思います。僕自身もねそれ実際活用して割と多義語のところは克服できたので、皆さんもぜひね活用してもらえたらいいなと思います。それでは1つ目のポイントは、コアイメージを意識すると。これはもういろんなところで言われてますよね。結局いろんな単語の意味があるんだけども、そのコアとなる核となるイメージっていうのは1つだというふうに言われてるんですね。実際とか1つだけじゃなくて、いろんなルーツからいろんな単語の意味が生まれてくるっていうこともあるんですが、核となるイメージっていうものを持っておくと覚えやすくなるっていうことがありますね。例えばpresent、present とかねはこれですみたいな、これですみたいな感じのイメージを持っていれば、これですっていうのは割と適当なんですけど、プレゼントするとか発表するとか、そういうはいっていう感じですよね。あとこれです、今の私ですっていう感じで、いますよみたいなイメージで現在とか出席しているとか、そういった意味にもねイメージとしてつくと。今のはだいぶ適当なんですけど、実際のイメージは目の前に現にあるっていうような感じなんですよね、イメージとして。だから目の前に実際にあるその現在のとか出席しているとか、そういった意味になっていくんですけど、要はこれですみたいな、はいみたいな感じのイメージを僕はね持ってますね。あとプレゼントのイメージもありますね。プレゼントはもう誰でもわかるので、プレゼントはいっていうイメージを持っていると。本当にもう結構ね雑でいいんですよね。そう雑で大まかなイメージがあって、そこにその文脈が上乗せされていく。文脈によってこのイメージのこれいうところだなっていうことが分かると。他にも例えばディクラインってあるじゃないですか。ディクラインって低下すると、あと辞退する、その断るって意味があるんですけど、それもなんとなくネガティブなイメージですよね。低下するとか断る、ちょっとみたいな、モチベーションが低下するみたいな、そういうねもう本当に大雑把なコアなイメージをまずは大事にする。字面じゃなくても頭の中でそのイメージを作るっていうことをまずは大事にする。で全部一つじゃなくていいんですよ。そのイメージっていうものは複数、例えば5個ぐらいの意味があったとしたら2、3とかに分けて、2つはこっちのイメージ、3つはこっちのイメージみたいな感じで分けてもいいんですね。とにかくこういうイメージっていうものを大事にする。イメージっていうものを大事にできれば、例えばリスニングとかもう即座に判断しなきゃいけない場合、日本語を媒介するっていうそういうステップを踏んでる時間がない場合に特にね有効になるので、ぜひねイメージっていうものを大事にしてください。じゃあ2つ目のポイントは、似た意味の英単語と英熟語で連想すると。これ一つ例を挙げると、例えば stand ってあるじゃないですか。立つって意味ですよね。でも例えば I can't stand your selfishness、selfish はわがままですね。I can't stand で、我慢できないって意味になるわけですよ。あなたのわがままさにもう我慢できません。I can't stand your selfishness。そういう意味のスタンドっていうのもあるわけですよ。このスタンドを我慢するっていう風に覚えるっていうのも一つの案ではあるんですが、似た意味のね英単語、英熟語に置き換えてあげると。この stand っていうのは endure とか endure endure とか、あと put up with っていう英熟語ありますね。put up with。そこら辺の同じ意味なんだっていうそのまとまりで覚えてあげると。これの何がいいかっていうと、英語を英語の別の英単語に置き換えてあげられるわけだから、その英語のね地図っていうものが広がっていくっていうのはもちろんそうなんですけど、今の場合 stand っていう枠組みの中に立つとか我慢するとかスタンドを表すとかいろいろあるじゃないですか。スタンドの意味がこうずらーっと縦に流れていく中で、ここでぐちゃってなっちゃうんですよ。ここでこんがらがっちゃうんですよ。ここでこんがらがった時に何をするかっていうと、横の軸でしっかりと見てあげると、整理し直してあげる。これがすごくね重要なんですよね。これ別に英語に限った話じゃないんですよ。日本史とかもそうで、例えば日本史
江戸時代とか明治時代とかそういう枠組みがあるじゃないですか。そういった枠組みでまず学ぶだけじゃなくて、経済史とか文化史とかそういう縦の流れでもう一回整理し直してあげることによって一つ一つが際立って理解できる、覚えられるっていうことがあるんですよ。それと一緒で、英語のスタンドっていう枠組みの中でそういうふうに覚えるんじゃなくて、それだけではなく横のこれの単語たちの意味と同じだっていうところをしっかりと合わせてあげる、こういう考え方をいろんな勉強のところで応用させられるといいのかなと思います。で、似た意味だけじゃなくて反対の意味でもいいんですね、対義語。例えばさっきの present だったら absent 欠席しているの対義語だっていうふうに、 absent と present が対義語だっていうふうに押さえておくと、それまとめて覚えられますよね。どっちのイメージもちゃんとつくと。そういうね、いろんなものと関連させて覚えてあげるっていうことがすごく重要です。関連で言うと、その関連語ですよね。はい。関連と関連語紛らわしいんですけど、例えば present で発表するっていう動詞になるんですけど、presentation ってあるじゃないですか。プレゼンテーション、プレゼンをする。それと一緒ですよね。っていうような、その派生語を合わせて覚えてあげられれば、プレゼンテーションのプレゼントだなとか、プレゼントするのプレゼントでこの意味になるなとか、そっちで結びつけられることになるわけですね。だから縦だけじゃなくて横でしっかりと切ってあげる。これは多義語の覚え方に限らないっていうことです。次に3つ目は例文ごと覚えてあげる。これは割とね、最終手段だけども強いですね。多義語って、一つの単語があっていろんな意味があるときに、結局どの意味なのよっていうのはもう文脈判断なんですよね。もちろんものによってはその使い方、用法で決まってくるのはあるんですけど、基本的には文脈判断と。じゃあその文脈の中でしっかりと覚えてあげられればしっかりと区別できるんですよ。present、さっきので言えば形容詞形で重要なのは、例えば現在のと出席しているだったら I like my present job とかは、私は今の仕事が気に入っている、今の仕事が気に入ってますよ、 I like my present job っていうね意味になるし、あと、出席しているの方だったら、例えば He wasn't present at the conference。彼は会議に参加していなかったっていう風になりますよね。だから、周りの文脈も合わせて present っていう言葉の意味が頭の中に入ってくるから、状況としてイメージしやすい。結果的にその多義語の意味をしっかり覚えられる。これは多義語に限らずなんですけど、文脈、そのしっかりと例文の中で覚えてあげる。この例文の中で覚えてあげるの何がいいかっていうと、それが使える単語になるということですね。これは当たり前と。で、あと他にも、さっき使い方によってその意味が実は決まってくるものがあるっていうふうに言ったんですけど、そういったものをしっかりと学べると。例えば present で言うと、さっきの出席していると現在のっていうのは、実は用法が違うんですね。限定用法と叙述用法っていうのが形容詞にはあって、限定用法の場合は現在の、叙述用法、要は保護になる場合ですね。保護になる場合は出席しているっていう意味になると。こういうふうに分けられるんですよ、実は。これについては細かい話は今回はしませんが、そういう用法まで押さえてしっかりと学ぶことができる。他にも stand ってさっきやったのが I can't stand your selfishness っていう例文だったじゃないですか。その stand、I can't stand your selfishness の stand ですね。その stand は我慢するっていう意味で使う場合は否定と使われることが多いと。can't っていうのが入ってたじゃないですか。そういうね、形としてしっかりと覚えると。I can stand 私は我慢できますっていう形ではなかなか使わないですよね。そういったような感覚っていうものもその例文を通してしっかりと学ぶことができると。そういうふうにいろんなところのいろんな角度から多義語っていうものを攻めてあげると、 present とかね、そういったねたくさん意味があるものでもそれぞれの一個一個の意味にちゃんとフォーカス当てられて、しかも横とのつながりもできて、かつ例文の中でしっかりと使いこなせるものになってっていうふうになるので、もうしっかりと自分の頭の中に定着すると。もうね、ぶっちゃけ何回も復習すれば覚えられるんですけど、その覚えられたところで機械的なものの覚えになってたり、何回もからもう何回やんねんっていう感じになってしまうんですね。だから一回ちょっと時間かけていろんな角度から見て、こうかなるほど、ふむっていう風にやって、どんなに長くても1分もかかんないと思うんでね、そのちょっとした労力をかけることによって一気に記憶の定着率だったり、そのものに対する見方っていうものが変わってくるので、ぜひね参考にしてもらえたらいいなと思います。はい、ということで今回ね、多義語の覚え方について話してきたんですけど、他のものにも応用できるものかなと思います。今回の話がためになったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、あとコメントにこういう動画撮ってほしいよっていうものを残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。